こんにちは、みえこです。今日はオレンジピールのパターンを使ってショルダーバッグを作ってみました。中はこんなに色になっていて裏布が必要ないので簡単に作れるショルダーバッグです。一つのピースだけだとこんな風にちっちゃいポッチやコースターも作れますよ。それでは作り方のご紹介です。9.5 センチ ×9.5 センチに布をカットします。ショルダーバッグの分の量は18枚切ります。キルト綿も同じ大きさです。18枚切ります。そして丸い部分ですが14センチの円を型紙に14センチの円を描いてください。もちろんコンパスを使ってもいいですよ。そして布の上に置いて線を引きます。縫い代は少し多い2センチにします。この丸いものをやっぱり18枚切ります。そして外回りをミシンで大きい運針で一周縫います。少し重なりがあるといいですよ。そして糸を引いて型紙の大きさにします。糸は残したままにしてくださいね。後で調整します。そしてアイロンでプレスします。ここで型紙を外します。一度ここにアイロンをかけるといいですよ。18枚全部丸くします。このように作ります。そしてキルト綿を中心に乗せます。その上に正方形に切った布も乗せます。中央に置きます。仕上がりがとても影響するのでここは慎重に置いてください。そして5ミリの縫い代でミシンで縫います。運針は大きくするとずれにくいですよ。裏はこのようにできます。全部縫います。次に縫いたい順番に並べます。そしてこの丸いピースを縫います。
四角い布の角の部分に合わせてキルト綿の大きさと同じ位置を縫います。このように縫います。3枚全部縫います。見えないですが、キルト綿と丸い布のちょうどラインのところを縫うときれいにできますよ。開いて針でしっかり押さえて、この部分を刺繍糸で縫ってしまいます。もちろんミシンが得意な人はミシンで縫っても大丈夫ですよ。このようにステッチしてしまいます。ピースを縫いつないだところはこのように全部縫います。3段全部縫いました。次はこの3個つないだものをまたミシンで縫います。キルト綿ギリギリのラインをまた縫います。そしてまた刺繍糸でステッチします。パーツが小さいうちに刺繍すると縫いやすいですよ。大きくなると少し扱いが難しくなります。このように縫います。3段全部つなげてしまいます。糸がいっぱい出ていますが、これは切らないで完成の時に糸は切ります。裏表両方作ります。できたら次はファスナーをつけます。このままこの表布に直接ファスナーをつけます。キルト綿を縫ったラインと同じ位置にファスナーの金具を合わせます。2回縫います。裏側を見ながら留めますよ。次は中央のラインがずれないように印をします。反対側のトップにまた針で留めてミシンで2回縫います。今度は両サイドと底を縫い閉じます。
やはりキルト綿と丸い布のラインを縫ってしまいます。このように縫います。ほぼ完成ですね。そしてこの端の布の部分を、丸い布の部分をステッチします。ピースとピースの端はきれいに留めてくださいね。終了です。これファスナーつけましたが、つけなかったらリバーシブルで使えます。それはそれで楽しい作品になりますよ。今度はショルダーの紐をつけます。1メートルの紐を用意しました。これは革紐ですが、どんな紐でも大丈夫です。刺繍糸の5番を使ってクロスステッチの針を使い縫い留めました。完成です。とっても簡単にできるから作ってみてね。次はショルダーは作らないけど、小さいものなら作ってみようかなと思ったら、このように5枚の布を縫い合わせます。ピースは同じ作り方ですよ。4方向を留めてミシンで縫い留めます。キルト綿と同じ大きさのところですよ。そして刺繍糸で丸い布の部分を閉じます。サイコロみたいな形になります。このまま使ってもいいですが、ボタンと紐をつけたら中のものが落ちないので、このままプレゼントに使えますよ。少し大きめのボタンをつけると使いやすいですね。完成です。それではポーチもちょっと作れそうにないと思ったら、1個だけでコースターも作れますよ。本当に簡単にできるからぜひ作ってみてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。